はい、皆さんこんにちは。不動産 YouTuber の橋井です。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は京都市西京区より築30年の中古マンションをご紹介させていただきます。建物の築年数が若干古めなため、管理費と修繕積立金が他のマンションより高めです。また一番近い駅までも歩くと30分以上かかります。ですが室内はおしゃれ女子が住みたいと思えるほどのフルリノベーションされたお部屋となっております。手掛けられたのは向こう市の建築会社リブ様になります。また今回のお住まいの特徴として生活動線が素晴らしいので、実際に住んでみた時をイメージしながらご覧ください。気になる販売条件は概要欄のリンクからご参照ください。そんなわけで本日は築30年のフルリノベマンションをご紹介させていただきます。ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは行ってみよう。はい、ということで本日ご紹介させていただく分譲マンションがこちら、コスモ桂という分譲マンションとなっております。はい、こちらですね。早速お部屋の方に向かっていきたいなというふうに思います。奥の方にですね、駐輪場スペースとダストボックスがついております。入っていただいて、こちらがエントランスになるんですけども、管理人さんはちょっと今日はいらっしゃらないのかな。はい、宅配ボックスもついているようですね。奥は郵便ポストになっております。オートロックがついておりまして、一応モニター付きですね。で、こちら鍵で開けていただきます。はい。で、入っていただくと、結構このエントランスが広くてですね、奥の方には待合室もついております。建物は築30年なんですが、エレベーターもございまして、こちらで今回ご紹介させていただく3階まで上がりたいと思います。はい、ということで本日ご紹介させていただくお部屋の前に到着いたしました。今回は305号室ですね。東南の角部屋という形になっております。それでは早速気になる室内をご紹介させていただきます。オープン。おー、はい、もう入り口からリノベーションされてる感じがすごく伺えるんですが、入っていただいてまず右手の方にですね、こういったフリースペースがあるんですけれども、左手には、はい、こういった構造用合板で作られた棚がありまして、側面については有効ボードが貼ってあるんですが、こういうね、フックをかけることによって、こういうアウトドアグッズであったりとか、そういったものを置いていただけるようになってますね。奥の方にはパイプハンガーもついておりますので、洋服をかけていただくこともできますし、ちょっと分かりにくいんですけども、こちら下の部分にもコンセントがありますので、電動付き自転車のバッテリーを充電していただくこともできるようになっております。あとこちら玄関スペースなんですが、比較的段差を少なくされてますね。はい。そしてこちら左手の方にはシューズボックスがありまして、開けていただくと、はい、左右に分かれた形で棚がついております。高さの調整もできますね。はい、かなり靴が多い方でも安心して置いていただくことができそうです。そして正面にですね、キッチンスペースがあります。ちなみにこの廊下スペースにつきましては、天井高が約2200という形になっております。ちょっと低めな感じではあるんですが、廊下部分なので、そんなに気にはならないのかなと思います。そしてキッチンスペース、こちらリプレイという形の今回は商品でリノベーションされておられます。はい。こちらキッチンスペースなんですけども、はい。こんな感じで独立したキッチンになってますね。ちなみにこの廊下とキッチンの間には段差がありますので、気をつけていただく必要があるかなって感じですね。はい。で、こちらについては、吊り戸棚はね、ついてないですね。おそらくこの針が出てるんで、付けられなかったんじゃないかなと思うんですけども、この部屋全体の雰囲気をね、損なわないような形で、こういった棚がついてまして、こういうね、ちょっとインダストリアルな感じの、はい、ハンガーかけるとこフックがついてますね。
ちなみにこちらのキッチンにつきましては横幅が約2230ほどになります。少し小さめですけども、パッと見た感じわからないかなっていう感じですね。ステンレスの天板流しが一体のタイプで、ヘッドは伸ばせます。はい、クリーンアップさんの商品のようですね。ここもスライド収納になってます。ちょっと今荷物入ってますけども、はい、ゆっくり閉まる仕様になってまして、食洗機あるんですが、今回は朝型タイプになっています。コンロは3口の、はい、ガスコンロなんですけども、このマンションにつきましては、集中プロパンという形になっております。はい。そして冷蔵庫置き場がこちらにありまして、ここにね、凹凸があるので、この空いてるスペースにカップボードを置いていただくような形になるかと思います。そしてその奥にですね、行きまして、こちらがですね、リビングダイニングスペースとなっております。広さでいきますと約11畳になっております。なのでキッチンスペースと合わせていただくと約 14.4 畳という形になります。はい。でこちらが、はい、北側になるんですけども、こういった形、ニッチのような形でね、今こういうふうに物が置いてあるんですが、ちょっとここに物を置いていただくことで、また雰囲気がね、大きく変わるんではないかなと。はい。しかもここね、ダウンライトで、間接照明的な形でね、光を落としますので、置くものによってはすごく雰囲気が良くなるんではないかなというふうに感じます。はい。そして、丸型のね、ダイニングテーブルが置いてあるんですけども、この辺りの家具一式については全て今回は金額に含まれているということでお聞きしております。はい。で、こちらがですね、東側の窓になりまして、ここが吐き出し窓でバルコニーがあるんですが、こちらに、はい、サッシがね、二重サッシになってまして、インプラスっていう形のね、二重サッシがついてまして、閉めていただくことで遮音性が上がるんですけど、おそらくは、結露防止のことも含めて2つつけておられるんではないかなと思います。はい。そしてこちらが東側のバルコニーになっておりまして、まずバルコニーからご紹介させていただくと、今日は天気がいいですね。はい。なので、今、朝の時間帯なんですが、朝日をね、迎えながら起きることができるような住環境になっております。ちなみに、こちらにね、大きな敷地があるんですが、このマンションのエリアが市街化調整区域というエリアに立ってますので、将来的に建物とかちょっと建てるのは難しいのかなっていう感じではあります。バルコニーは人工芝が引いてありまして、奥行きがある使い勝手のいいバルコニーとなっております。はい。朝日も入りますしね、すごく明るいお部屋になるんではないかなというふうに思いますね。そして奥に進んでいただくと、こちらがリビングスペース。リビングについても東側に腰窓がありますので、午前中はかなり明るいんではないかなと。ちなみにこのリビングにつきましては天井高が約2500という形になります。かなり天井高が高いので、すごく空間的には広く感じますね。はい。そしてここですよ。これ皆さん何かわかりますでしょうか。はい。約 2.2 畳ほどの書斎スペースになっております。リモートワークもできそうな空間ですね。はい。側面にはこういった棚もついておりますので、イメージしやすいですよね。はい。そしてここにね、かけていただいて、正面がこういったガラス張りになってますので、このリモートワークのスペースからリビング全体を眺めていただくこともできます。いや、これなかなかいい動線だと思います。はい。で、このリモートワークスペースの後ろにですね、こういった、はい、収納スペースみたいな形の空間があるんですが、上の部分にはパイプハンガーがついておりまして、下にこちら、カウンターテーブルがあるんですが、こちらでですね、アイロンをかけたりとかね、できそうですね。はい。で、かけていただいた洋服については反対側のこういった棚のスペースがあるので、今こういうね、整理ボックスを置いていただいてますけども、ここにしまうことで、はい、一連の流れとしては
すごく使い勝手がいいんではないかなと思います。そしてその奥に行きますとですね、正面に扉がありまして、先ほどの廊下に戻るんですけれども、せっかくなのでこちらの扉から開けさせていただきます。はい。でこちらの扉開けていただくと洗面室スペースになってまして、洗面化粧台は造作で作られたものになってますね。はい。これほどリノベーションされてますので、既製品の洗面化粧台よりかは、はい、部屋全体にマッチした洗面化粧台に仕立てられております。はい。鏡も収納はね、ないんですけども、逆にここのスペースがあんまりないので、三面鏡のタイプにしてしまうとちょっと前に出っ張ってしまうのでね、すごく狭く感じてしまうかなというふうに思うんですが、はい。いい形のサイズ感ではないかなと思います。で、洗濯機置き場がこちらですね。上の部分に棚は今回はついておりません。で、この出っ張りの部分はおそらくパイプスペースだと思います。はい。で、お風呂につきましてはこちらですね。こちらもユニットバスに交換済みになっています。一粒はないタイプなんで、ちょっと足を伸ばすのは難しいかと思うんですけれども、はい。ちょっとこうね、お椀型のちょっと大きなタイプになってるんで、ゆったりは使っていただけるんではないかなと。で、こちらは、おそらくこれも針が出てるので、ちょっとここは下がってますけど、お風呂使っていただく分には支障がないかなといった形ですね。ちなみにシャワーヘッドはこちら。ちょっと小さいタイプになっております。はい。一旦廊下スペースに戻ってきまして、こちらの白い扉開けさせていただきますと、こちらはトイレスペースになっております。手洗いが別になったタイプでタンクレスのおトイレがついております。側面にはこういったカウンターがついておりますので、この辺りにトイレットペーパーを並べていただくような形になるかと思います。はい。おトイレも比較的おしゃれな内装に仕上がってますね。ちなみにこちらにつきましては、廊下とトイレの段差はない形でフラットになっております。そして、こちらが先ほどご紹介したリビングにつながっておりまして、その隣につきましては、ランドリールームと奥に書斎スペースがついております。右手の扉が先ほどの洗面室ですね。そしてこちらの正面の扉開けていただきますと、こちらは約6畳の洋室になっておりまして、あちらの窓につきましては南向きになっております。今回こちらについてはエアコンが1基ついた形になっておりまして、はい。南側から日差しが入ってくるお部屋となっておりまして、こちらの窓につきましては二重サッシになっております。ちなみにこちらのお部屋につきましては収納スペースがついておりません。最後はこちらの引き戸になるんですけれども、こちら開けていただきますと、こちらは約 3.3 畳のフリースペースになっております。はい。一人が一人寝るぐらいの広さはありますね。作業スペースとして贅沢に使っていただくこともできます。先ほどのリモートワークできるスペースもありますので、ここは使い方次第なのかなという感じですね。はい。そしてこちらについても二重サッシになっておりまして、このお部屋については南側から日差しが入ってくるので、日中はかなり明るいフリースペースとなっております。そしてこの引き戸なんですが、これをね、実は左に寄せていただくと、なんと、はい、約 1.7 畳ほどのウォークインクローゼットが出てまいります。はい、奥にこういうね、中棚がついてますので、ものによっては、はい、上下段に分けて置いていただくこともできますし、上にもね、棚がついておりますので、靴の空箱とかね、集め取られる方は置いていただいてもいいのかなと。あと、パイプハンガーもついてますので、洋服はたくさんかけていただくことができるようになっております。奥の方はね、中棚がついてるんで、丈の短いもの、右手の入り口の部分については、長いコートとかをね、かけていただくといいんではないかなというふうに思います。はい、ということで、こちらがですね、京都市西京区にございます、コスモ桂フルリノベーションの室内となっております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回もフルリノベされた素敵なお住まいに仕上がっていましたね。駅からの距離と管理費等が若干気になる物件ですが、それを上回る住空間に生まれ変わっていましたね。
玄関部分のフリースペースはゴルフバッグやアウトドア用品などをそのまま収納できますし、靴が多い方でも安心なほど大きなシューズクロークもありました。特にリモートワークが楽しくなる書斎スペースを中心にした生活動線がとても面白く、かつ使いやすい窓に仕上がっているなと思いましたが、皆さんにはどう映ったでしょうか。リビングに面したワークスペースと背面のランドリースペース、廊下を挟んでの洗面室からの洗濯動線がとても使い勝手がいいですね。そんなわけで本日は京都市西京区より築30年のフルリノベマンションをご紹介させていただきました。動画をご視聴いただき、実際に内覧してみたいと思っていただけましたらこちら、弊社のフリーダイヤルまたは LINE 公式アカウントへお問い合わせください。その他売却したい不動産をお持ちの方からのご相談もお待ちしております。遠方の方でもオンラインにて対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。最後にご覧いただいてのご感想をコメント欄に、チャンネル登録以上に高評価ボタンを押していただけると次の動画の励みとなりますので、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。本日の一句、書斎から全てが始まる家事動線。本日もご視聴いただきありがとうございました。